はいどうも、B 賞です。今日はクイーンスタジオから登場した6分の1スケールダークナイト版ジョーカーについてプレビューしていきます。ジョーカーといえばホットトイズはじめいろいろなメーカーから商品化されている大人気キャラクターなんですが、その中でも特に人気のあるダークナイト版ジョーカーが今回クイーンスタジオから発売されるということで、この発表があった時にとても驚きましたね。クイーンスタジオといえばライフサイズ1分の1や4分の1スケールのかなりハイクオリティで高価なスタチューを中心に商品展開しているイメージなんですけど、どのフィギュアも本物に限りなく近い見た目の造形が特徴なんですけど、とうとうその技術が6分の1スケールの可動フィギュアに用いられるということで、とても楽しみですね。今回発売されるフィギュアには3種類あって、通常版、デラックス版、植毛版の3パターンがあります。通常版はコート姿のジョーカーが1体とハンドパーツや武器、丸くてシンプルな台座がセットとなっています。デラックス版と植毛版については紫のコートを着ているジョーカーと緑のベストを着ている状態のジョーカーが2体セットとなっていて、付属品は通常版と同じもの。台座としては丸い台座は共通ですが、もう一つ刑務所の檻を再現しているようなジオラマ台座が付属しています。そして植毛版は名前の通りフィギュア2体の髪の毛が造形されているものではなくて植毛ヘッドとなっているというね、かなり豪華で魅力的な内容となっています。2体セットとなっている理由については調べても詳しく知ることはできなかったんですけど、今回このフィギュア可動フィギュアとはいえそこまで可動域が広いわけではないらしいので、2体それぞれの服装を見た目に合わせたような、映画のワンシーンをそれぞれのフィギュアを使うことで再現できるようになっているのではないでしょうか。ただジョーカーに関しては派手なポーズを取らせるよりもスタチューのようなシンプルなポーズを取らせた方が個人的にはかっこいいと思うので、可動域については狭くても特に気にならないかなと思いますね。続いてフィギュアのクオリティ、見た目で気になった箇所をいくつか紹介していきます。まずヘッドパーツについてなんですけど、ペイントはさすがのクオリティですね。ベースの白いフェイスペイントに目の周りの黒と口周りの赤がジョーカーを見事に再現してます。おでこのシワ部分のペイントが剥げているあたりもね、とてもクオリティが高いなと思いました。そしてギミックとしてはどのフィギュアも眼球可動のギミックがあるので、ジョーカーらしい相手を睨みつけるような目つきをリアルに再現することもできそうです。髪型についても造形されているものと植毛のパターンがありますが、まず造形の方について話すと、ホットトイズのものと比べた時に思ったのは、髪の毛に柔らかさを感じるというか、植毛ではないんですけど毛の束感を感じますし、生え際のグラデーションなんかもね、かなりリアルによく作られてるなと思いました。本当にクオリティ高いですね。そして植毛ヘッドについては本当に文句なしのクオリティですね。とても柔らかそうな素材に見えるので、おそらくチベットラムファーという素材を使用していると思います。海外のカスタムヘッドを作っている方はチベットラムファーという羊毛の一種をよく使用しているらしくて、僕が今カスタムしている層に使っているものと同じものですね。とても柔らかくて自然なカールを表現することができるので、その時点でホットトイズの数段上を行くクオリティになると思います。ホットトイズにも何種類か植毛のフィギュアあると思うんですけど、おそらくドールヘアのような固めで光沢感のある素材を使ってるんですよね。なので広がったりだとか形がつきにくくて、プロトタイプと製品とで見た目が結構異なるというような例が多くあるんですが、もちろんこのまま製品化されるというようなことを前提に話すと、クイーンスタジオについてはクオリティがガクッと下がるとかそういう心配をする必要はなさそうです。ジョーカーらしい油っぽい髪質というんですかね、髪の毛が束になっているようなちょっと小汚い雰囲気もよく再現されていると思いました。服についてはかなり細かく綺麗な作りとなっていて、衣装のサイズ感やシルエットがとても綺麗に見えますし、靴や靴下もかなり細かく凝った作りになっていそうなので、本物同然の出来になっていると思いますね。付属品については手首や肘のジョイントにはマグネット式のジョイントが採用されているようなので、ホットトイズの場合だと手首を変えるだけでもかなり大変な思いをすることがよくあるんですけど、そういったストレスも軽減されるんじゃないかなと思います。ハンドパーツ一つ一つにもしっかりとペイントが施されていて、血の赤と白いペイントのグラデーションがとても綺麗ですね。ホットトイズではここまで細かくペイントされるものはなかったと思うので、このクイーンスタジオさすがのクオリティとなりそうです。他の付属品としてはお札やグレネード、機関銃などがラインナップされていて、写真では細かく見ることはできないんですけど、ジョーカーの雰囲気にはぴったりな付属品で、これらも映画のワンシーンを再現するためには重要なアイテムになりそうですね。大きさは丸い台座を含めると高さ34センチ、幅14センチ、奥行き14センチというサイズで、ジオラマ台座の方は高さ40センチ、幅30センチ、奥行き18センチとなっています。フィギュア自体の大きさは予想だと31センチ程度だと思うので、よくある6分の1スケールフィギュアと同じサイズ感になると思います。続いて発売時期と価格についてですが、現在国内で予約できるサイトはスタチトイズだけなので、そちらの情報を紹介します。
ちなみに本家クイーンスタジオの方では現在在庫切れとなっていました。育ちトイズでは通常版、デラックス版、植毛版が現在もそれぞれ予約受付中となっていて、価格は通常版で4800円、デラックス版で77800円、植毛版で128,800円という風になっていて、発売時期はどの商品も2022年今年の12月頃となっていました。国内だと現在育ちトイズのみの取り扱いだと思うので、価格等の比較はちょっとできないんですけど、このクオリティで考えるならば、そこまで高い気はしないですね。通常版の4800円に関しても十分納得できる値段ですし、デラックス版、植毛版についても2台セットでジオラマ台座もあると考えれば妥当な値段設定に感じました。ただ植毛版だとデラックス版よりも5万円値上がりするので、個人的に買えるラインとしては最高でもデラックス版がギリギリかなと思いますね。ただこのフィギュアに関しては通常版でも十分満足できるフィギュア内容だと思ってます。もちろん感動の度合いで言えば植毛版が圧倒的に素晴らしいと思うんですけど、手入れとか気を使うことも多いと思うので、純粋にフィギュアを楽しむということであれば通常版やデラックス版で十分かなと思いますね。発売時期は今年の12月頃の発売予定ということで、ホットトイズの場合だと発表から1年半後っていうのが発売の一般的なスケジュールとなるので、発表から10ヶ月くらいで発売されるという点もかなり魅力的なポイントに感じました。クイーンスタジオでは在庫切れになっていたこともあって、今回育ちトイズの方に予約期限を問い合わせたところ、育ちトイズの方では今のところ予約受付の期限は未定というような回答をいただきました。ただこのフィギュアかなり人気なものになると思うので、気になる方は早めに予約することをお勧めします。そして僕自身予約するか否かについては、本当にこのクオリティには魅力しか感じないので、かなり欲しいんですけど、今は一旦我慢します。ただもしも夏のボーナスとかまで予約分が残っていたら通常版でもいいので予約しようかなとは思ってますね。ちなみにあれだけ迷っていたザ・バットマンのデラックス版とバットサイクルは予約してしまったので、ちょっと罪悪感というか、支払いにビビっている自分もいるので、これからね仕事頑張っていこうと思います。はい、ということで今日はクイーンスタジオから発売されるダークナイト版ジョーカー6分の1スケールフィギュアについて紹介しました。正直これまでホットトイズが稼働フィギュア界ナンバーワンだと思っていたんですけど、発売後の製品でもこのクオリティになるのであれば、ホットトイズを超えることは間違いなさそうですね。そして今後どうなるかはわからないんですけど、ジョーカー以外のキャラが発売されることにも期待しているので、展開がかなり楽しみです。先ほども言いましたが、かなりの人気フィギュアになると思いますし、予約もホットトイズと比べると早く締め切られる可能性が高いと思うので、気になる方は概要欄のリンクからぜひ早めに予約してみてください。このチャンネルではホットトイズのカスタムやレビュー、情報といった動画を発信しているので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録お願いします。また概要欄の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。